皆さんこんにちは、アンリです。今日はフランスのミストラルが128億パラメータ級のオープンウェイトモデルミストラルミディアム3.5を SWE ベンチ 77.6% で公開し、開発者ツールバイブにリモートエージェントを搭載、米国 NIST の新組織開始が DeepSeek V4 Pro をフロンティアから8ヶ月遅れと公式判定し、さらに中国 NDRC がメタによる中国系 AI 企業マナスの2億ドル買収を拒否したという米欧中三角 AI 戦争の新章を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。たった1週間で世界の AI 地図が大きく揺れました。フランス勢のミストラルが米国中国に並ぶ性能をオープンソースで叩き出し、米国政府が中国モデルを8ヶ月遅れと数字で公式に格下げ、中国は逆に米国企業の買収を全面拒否、 AI スタートアップの国境越えが事実上禁じ手になりました。今日は2026年5月4日月曜日、緑の日です。本日のニュースは4月20日にお伝えした中国ディープシーク V4 登場とは別軸の動きです。あの日は中国側のリリースニュースでしたが、今日は米国政府による公式評価レポートと欧州勢の反撃と中国による買収阻止という3つの大国が一斉に動いた1週間として整理します。専門用語が多くなりますが、必ず言い換えを添えますので最後までお付き合いください。まず1つ目のセクション、フランスミストラルの反撃、ミストラルミディアム 3.5 登場です。ミストラルはフランス・パリに本拠を置く AI スタートアップで、欧州勢のフロンティアモデルの代表格です。これまでもオープンソースのモデルを多数公開してきましたが、性能では米中の大手にやや遅れをとっていました。それが2026年4月29日から5月2日にかけて新モデルミストラルミディアム 3.5 を発表しました。仕様は次の通りです。パラメータ数は128億、アーキテクチャは3つモデル、ライセンスは修正 MIT、つまり改変商用利用がほぼ自由なオープンウェイトです。コンテキスト長は 256K、これは一度に AI が扱える文章の長さで、書籍1冊分を丸ごと入れても余裕があるレベルです。設定可能な思考モード、ネイティブのマルチモーダル入力、つまり画像や音声も直接扱える機能を統合しました。性能面で衝撃的だったのは SWE ベンチベリファイド、つまりソフトウェアエンジニアリングの代表的なベンチマークで 77.6% を記録したことです。これはデブストラル2やクエン 3.5 の 397B、A17B といった上位モデルを上回るスコアで、欧州勢のオープンウェイトとしては初めてクロードオーパス 4.7 や GPT5.5 と同水準の領域に踏み込みました。次に2つ目のセクション、開発者ツールバイブにリモートエージェントが実装された件です。ミストラルは同時にバイブという開発者向けツールにリモートエージェント機能を追加しました。リモートエージェントというのはクラウド側で非同期に動く AI エージェントのことです。例えば開発者がバイブにこのバグを直してって指示を出すと、 AI エージェントが GitHub と連携してバグ修正のプルリクエストを自動で作り、Slack で通知してくれます。実行環境は隔離サンドボックスと呼ばれる外部に影響を与えない安全な仮想空間です。価格は API 入力1ドル50セント、出力7ドル50セント、いずれも100万トークンあたりです。トークンというのは AI が処理する単位で、日本語だと文字数とほぼ同じくらいの感覚です。チャット GPT の GPT5.5 やアンソロピックのクロードオーパス 4.7 と比べても、欧州勢のフロンティア級オープンウェイトにエージェント機能まで一体化したパッケージは初めてで、ハッカーニュースや X で議論が沸騰しました。3つ目のセクション、米国開始が DeepSeek V4 Pro を8ヶ月遅れと公式判定した件です。次に米国側の動きです。2026年5月1日、
米商務省 NIST つまり国立標準技術研究所の配下にある新組織開始センター for AI Standards and Innovation、 日本語では米英標準革新センターが4月24日に公開された中国ディープシーク V4 Pro の公式評価レポートを発表しました。結論はシンプルです。ディープシーク V4 Pro は米国のフロンティアモデルからおよそ8ヶ月遅れです。8ヶ月前のフロンティアといえばちょうど GPT-5 の水準です。ディープシーク自身はクロードオーパス 4.6 や GPT5.4 並み、つまり2ヶ月遅れと主張していましたが、これを米国政府が公式に否定した形になります。評価対象はサイバー、ソフトウェア工学、自然科学、抽象推論、数学の5領域、一部は非公開ベンチマーク、つまり中国側がカンニングできない問題セットも含まれており、信頼性の高い評価です。コスト効率では中国側の優位を認めています。 GPT5.4 ミニと比べた7つのベンチマークのうち5つでディープシーク V4 の方が安価でした。値段で言えば 53% 安いケースから逆に 41% 高いケースまであります。5メガ移行問題評議会 CFR はこの評価を米中 AI 競争の新段階と位置づけました。米国政府が公式に中国の最先端 AI モデルは米国より遅れていると数字付きで宣言したのはこれが初めてです。これまでずっと中国 AI の台頭が話題でしたが、米国側は実はまだ追いついていないと公式に主張し始めたわけです。4つ目のセクション、中国 NDRC がメタ×マナスの20億ドル買収を拒否した件です。中国側もこの1週間で大きな動きを見せました。2026年4月27日、中国の国家は発展改革委員会、略して NDRC が米メタ社による中国系 AI エージェントスタートアップマナスの20億ドル、日本円でおよそ3000億円の買収案を拒否したと発表しました。マナスは2025年12月に発表された汎用 AI エージェントで、中国国内の開発者コミュニティで急成長していました。メタ派自社のミューズスパークというモデルと並行してエージェント機能の穴をマナス買収で埋める計画でした。 NDRC の拒否理由は米国への技術流出懸念です。月をまたぐ長期審査の末に中国当局がはっきりとノーを突きつけた形になります。中国当局が AI スタートアップの米企業による買収を明示的にブロックしたのはこれが初めての判例です。これはオープンソース AI、主権 AI の新潮流を象徴する事件と評価されています。自国の AI スタートアップの海外売却は阻止するという方針が中国政府のデフォルトになる兆候です。日本企業にとっても中国子会社の AI 技術を米国本社に統合するといった動きが今後審査で止まる可能性が出てきました。5つ目のセクション、3つの動きをつなげて見える米欧中三角 AI 戦争です。今日の3つの動きを並べると AI をめぐる米欧中の関係が一気に整理できます。第1の軸、フランスミストラルの反撃です。これまで AI 業界は米国大手と中国大手の2強に見えていました。そこに欧州勢のオープンソース×フロンティア級×コーディングエージェントという第3の選択肢がはっきりと姿を現しました。米中の主導権争いが欧州を巻き込んだ三つどもえになり始めています。第2の軸、米国による中国モデルの公式格下げです。開始は民間の意見ではなく米国商務省 NIST の配下にある政府機関です。そこが8ヶ月遅れと公式に書いたことで、米国政府としては今後中国 AI に対する輸出管理や調達制限を実証ベースで強化しやすくなります。これはすでにある半導体規制とセットで AI モデル本体に対する規制強化のシグナルです。第3の軸、中国による海外売却拒否です。これは
自国 AI の主権という思想が政策レベルで固まってきたサインです。米中の対立だけでなく、グローバルな AI スタートアップ M&A の自由度がこれからは大きく制限される可能性があります。6つ目のセクション、日本にとっての意味と注意点です。最後に日本にとっての意味を整理します。ポイントは3つです。1つ目、欧州勢のオープンソース選択肢が増えたことは日本企業にとって追い風です。ミストラルミディアム 3.5 のような修正 MIT のオープンウェイトは、社内データを外に出さずにオンプレミスで動かしやすく、金融や医療といった機微情報を扱う業界での導入余地が広がります。リコーのラマ 3.3 リコーのように国内大手も独自のモデルを出していますが、欧州モデルとセットで比較検討できる選択肢が増えるのは大きな変化です。2つ目、中国モデルの評価がより慎重になります。価格が安いだけでなく、性能差と地政学リスク両方を見て選ぶ時代に入ったと言えます。海氏の公式レポートは、社内で AI の選定理由を説明する時の重要な根拠資料になります。3つ目、AI スタートアップの国境越え M&A はこれまでより難しくなります。日本で AI 事業を立ち上げる場合、最終出口を米国大手への売却に置くシナリオはこれからリスクが上がります。逆に日本国内で買収する側に回るチャンスとも捉えられます。ここまでをまとめます。今日の主軸は3つです。第1に、フランスミストラルがミストラルミディアム 3.5 を発表し、 SWE ベンチベリファイド 77.6% とリモートエージェント機能で欧州勢が世界トップクラスへ復帰したこと。第2に、米国開始がディープシーク V4 プロをフロンティアから8ヶ月遅れと公式判定し、米国政府が中国 AI を公式に格下げしたこと。第3に、中国 NDRC が米メタによる中国マナスに10億ドル買収を拒否し、 AI スタートアップの国境越え M&A が阻止される時代に入ったこと。 AI 業界が米中二強から米欧中三角構造へと変わり、各国が自国 AI 主権を本気で守り始めたことをしっかり押さえておきましょう。ここで視聴者の皆さんに3つのアクションをお願いします。1つ目、欧州勢のオープンソース AI モデル、特にミストラルミディアム 3.5 の公式ページを一度覗いてみてください。ハギングフェイスで重み、つまりモデルの中身を直接ダウンロードできるので、興味があれば技術評価記事も見比べてみてください。2つ目、ご自身の会社で利用中の AI モデルがどの国の企業のものか、社内データがどこに送られているか、一度棚卸ししてみてください。米国製、中国製、欧州製、国産で意味合いが違ってきます。3つ目、AI 規制関連のニュースを見るときは、米中だけでなく EU、日本、韓国、インドの動きも合わせて確認する習慣をつけてください。今後の規制は複数の国の方針がぶつかり合う形で進みます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で